前回の動画で紹介したこの、長いアフガン針を使って編む巾着の編み方をやっていこうと思います。使用するのはニットプロのアフガン針 4mm の、このようなね長いアフガン針を使います。このアフガン針に50センチのコードを接続して、コードの先にはストッパーをつけてあります。そして2種類巾着を編んだんですが、今回は、これでもこれでもないサイズで作っていこうと思います。使用する糸はヤーンアートさんのジーンズという糸です。こちらはアクリルが 45%、コットンが 55% の糸です。ネオンイエローですね。カラーナンバーは58番。50g で 160m あります。ネオンイエローとネオングリーンですね。この2色で編んでいこうと思います。ちなみに一番最初に編んだのがこちらの巾着なんですが、これは、作り目を32目作ってあります。10目分は基本の編み方で編み、次の1目で引き上げ編みの長編みを編んでいます。この間も10目ですね。ここは1目長編みの引き上げ編み、そしてここも10目使っているんですが、ちょっとね縦長のマスになっていますね。段数は10段編んでいます。11段目で黄色の色を使わずにそのままピンクで戻りを編んでいる感じで、このようなチェック模様にしてあります。そしてこちらのオレンジと白を使った巾着では作り目を37目作って、こちら側、この両端は後でここね閉じていくので1目減ると考えて9目9目、間のマスは8目ずつで、この間に長編みの引き上げ編みで1目ずつ入っています。全部で37目作り目を作りました。そしてこちらは、8段ですね。8段色替えをしながら編んで、9段目でそのままオレンジで戻りを編んでいます。どちらの巾着も裏側はこのように棒針編みで編んだようなガーター編みになっていて、糸始末をきれいにすればですね、裏を使ってもすごくね可愛い巾着になると思います。アフガン針のいいところは伸縮性がないので、とてもしっかりした伸びの少ない、そして厚みのあるね編み地になるので、こういった巾着でもかなりねしっかりしたものができます。はい、こんな感じで、2サイズ作ってみたので、目数は参考にしてみてください。今回は、このイエローとグリーンを使っていきます。今回はグリーンを、このねチェックのラインにしたいと思うので、グリーンで作り目を作っていきます。糸端は糸始末できる分残して結び目を作ります。では今回は31目で作り目を作っていこうと思います。このアフガン針で普通のかぎ針のように鎖編みをしていきます。31目編みます。はい、鎖編みで31目作り目を編みました。アフガン編みの場合は、立ち上がりの鎖を編まずにこのまま進んでいきます。針から数えて2つ目ですね。最後に編んだ鎖の1つ手前の目に、上半目に針を入れます。裏山に入れる場合もあるんですが、私は上半目に針を入れて編んでいきます。上半目に針を入れたら糸を持ってくる。次の目も上半目から糸を持ってくる。最後まで
これを繰り返します。はい、すべての作り目から目を拾ってきました。左に向かって糸を拾ってくることが1段目の行きですね。半分編めたところです。針には31本糸がかかっている状態です。そしたら1段目戻っていくときに色を変えます。黄色の糸を持ってきて、糸端は糸始末できる分残して左手にかけます。そして今まで使っていたグリーンの糸は休めるために、手前から向こうへ針の上にかけておきます。きれいに上にね持っていくためにこのようにします。ではこの状態で黄色い糸を引き抜くんですが、今かけた糸は目数としては数えません。針に糸をかけたら先ほど休めるためにかけたグリーンの糸と次の1目をくぐり抜けます。引き抜きます。そして針に糸をかけたら2本引き抜きます。かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜きながら1段目の戻りを編んでいきます。行きと帰りでやっと1段になります。はい、最後まで編んできました。これでやっと1段出来上がった状態です。では、次2段目の行きを編んでいきます。すでに針に1本糸がかかっているので、これが1目目になります。2目目は縦にグリーンの糸があるので、2つ目のグリーンの縦糸にこのように1本だけ取るように針を入れて糸をかけて拾ってきます。グリーンの縦糸にこのように針を入れて1本だけ引き抜く、1本だけに針を入れて糸を拾ってくる。ずっと端っこまで繰り返していきます。一番端っこの目、行きの一番最後の目ですねだけは2本糸を取るように針を入れます。はい、最後の目の手前まで糸を拾ってきました。最後の目はこの1本だけではなくて裏側にももう1本糸があるので、このように針を入れます。鎖を取るように針を入れて糸をかけて糸を出してきます。2段目の行きが編めました。全部で31本針に目がかかっている状態です。そしたら今度はこの黄色の糸をまた休めるので、針の手前から向こうへかけておきます。この糸は目数として数えないように気をつけてください。そしたら休めていたグリーンの糸ですね、
左手にかけます。そしてグリーンの糸を針にかけて、休める糸と1本だけを引き抜きます。これが立ち上がりですね。そして針に糸をかけたら2本引き抜く。針に糸をかけて2本引き抜く。かけて2本引き抜きながら2段目の戻りを編んでいきます。はい、最後まで編めました。これで2段目が完成です。3段目、針にすでに1本糸がかかっているので、この一番端っこの黄色い目はスルーして2つ目の黄色の糸ですね、1本だけ取るように針を入れて糸を持ってきます。2目針に糸がかかっています。次の目からも同じように糸を拾っていきます。そして今回は6目5目5目5目6目のチェック模様にしていきたいので、6目グリーンの糸が針にかかるまでこのように糸を拾っていきます。6目拾えたら次の目、次はここですね。次の目の前々段から長編みの引き上げ編みをします。針に糸をかけて黄色の糸の下のグリーンの縦糸ですね、前々段のこのグリーンの縦糸、表側1本見えていますが、これ後ろ側にも1本あります。裏にも1本あるのでちょっと一番端っこは編みにくいですが、ここから針を入れて、これが裏の縦糸ですね。この裏1本と表1本両方とも針にかかるように、このように針を入れて糸をかけて引き出してきます。出してきたらかけて1本引き抜く、かけて2本引き抜いて、これが長編みの引き上げ編みです。かぎ針編みと同じですね。はい、そしたら次は5目拾います。次の目1本縦糸に針を入れて糸を持ってくる。2本目3本目4本目5本目、先ほどの長編みから5目拾いました。次の目も長編みをしたいので、針に糸をかけて前々段のこのグリーンの糸、縦糸ですね、裏も表も両方取るように、このように針を入れたらかけて糸を持ってきて、かけて1本引き抜く、かけて2本引き抜いて長編みの引き上げ編みができました。また5目拾います。1、2、3、4、5、5目拾えたら針に糸をかけて前々段のグリーンの縦糸、裏も表も2本針にかかるように糸をかけて持ってきたら、かけて1本引き抜く、かけて2本引き抜く、長編みの引き上げ編みができました。次の目からまた5目拾います。1、2、
3、4、5目。先ほどの長編みから5目目を拾えました。針に糸をかけて前々段の縦糸、裏と表2本針にかかるように糸をかけて引き出してきたら、かけて1本引き抜く、かけて2本引き抜く。そして最後、残りは6目あります。6目糸を拾います。最後の目は表1本だけではなくて、裏も表も針を入れて、ここですね、2本針にしっかりとかかるように糸を引き出してきます。ちょっと端っこはくるんと丸まりやすいので、編み地が見えにくくなっていますが、しっかりと広げて確認してみてください。少しチェックの模様ができてきました。マスが5マスあるチェック模様にしていきます。ではこのグリーンの糸は休めるので、手前から後ろへ針にこのようにかけて、休めていた黄色の糸を持ってきて戻っていきます。針に糸をかけたら、休める糸と1目を引き抜きます。立ち上がり1目かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、最後まで繰り返します。戻りはずっとこの同じ操作を続けていきます。はい、最後まで編めました。これで3段目ができました。4段目の行きを編んでいきます。最初の目ではなく2目目の縦糸、表1本だけに針を入れて糸をかけて持ってくる。1本だけに針を入れて糸を持ってくる。繰り返していきます。はい、行きの、一番端っこの目まで来ました。一番端の目は表1本だけではなくて、必ずこのように2本取ります。はい、最後の目も編めたら、黄色の糸は休めるので、針の手前から向こう側へかけておきます。休めていたグリーンの糸に変えて3段目の戻りを、4段目の戻りを編んでいきます。戻りの最初の目は立ち上がりなので1本だけ引き抜きます。休めているこの1本はね、目数としては数えないです。見た目では2本引き抜いていることになります。立ち上がり1つ編めたらかけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、戻りはかけて2本引き抜くを繰り返していきます。はい、最後まで引き抜いてきました。これで4段目が編めました。次は5段目です。前段の2目目の表1本だけに針を入れて糸を持ってくる。次の目も同じように針に6本糸がかかるまで繰り返します。はい、針に6目糸がかかっています。5段目の行きでまた長編みの引き上げ編みを編みます。針に糸をかけたら
前々前段の長編みができていることを確認して、前々段のこのグリーンの糸ですね、縦糸の裏の糸と表の糸2本かかるように針をこのように入れて糸をかけて持ってきます。そしてかけて1本引き抜く、かけて2本引き抜いて長編みの引き上げ編みが編めました。次は5目拾って長編みの引き上げ編みにまた長編みの引き上げ編みを編みます。前々前段の編み地編み模様を見ながら進んでいけるので、この後はね数える必要はなくなってくるかなと思います。はい、長編みの引き上げ編みの目まで来ました。針に糸をかけたら前々段、このグリーンの糸の裏と表と2本取るように針を入れて糸をかけて持ってきたら、かけて1本引き抜く、かけて2本引き抜きます。繰り返して進んでいきます。5目拾ったらすぐに長編みが出てくるので、今までと同じように長編みの引き上げ編みを編みます。針に糸をかけて長編みの引き上げ編み、最後は6目拾います。そして一番端の目は1本だけではなくて、必ずしっかりとこの端に見えている鎖ですね、2本取るように針を入れて糸を拾ってくる。こんな感じになっています。それでは5段目の戻りは同じグリーンを使って戻っていこうと思います。黄色い糸は休めて進んでいきたいので、黄色い糸を針の手前から向こうへかけます。針に糸をかけて休める糸と1目を引き抜きます。5段目の戻り、立ち上がり1目編めました。かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、最後まで繰り返して進んでいきます。ここで横の、グリーンのねラインが入る形になります。マスの感じを見てですね、もう一段編んで少し縦長のね、マス目のチェック模様にするのもいいと思いますし、横のラインも縦のラインもお好きなように目数を変えて入れていくといいと思います。今回はこの模様にねしていきます。はい、5段目の戻り編んで、これで5段目が編めました。マスの大きさはちょっと端っこねくるんと丸まりやすいんですが、このくらいのマスの模様になっています。では次6段目の息ですね。
2目めの表1本に針を入れて糸をかけて持ってくる。次の目も同じように表1本に繰り返して進んでいきます。6段目の息、端っこまで来ました。端っこ、表1本だけではなくて裏側の1本も取ります。ここはグリーンとイエローの2本になりますね。2本取って糸を持ってくる。6段目の息が編めました。では6段目の戻りは黄色い糸を使って編んでいくので、グリーンの糸を針の手前から向こうへかけて黄色い糸に持ち替えます。かけたら針にかけたら休める糸と1目引き抜いて立ち上がり、かけて2本引き抜く、かけて2本引き抜く、繰り返し進んで戻っていきます。はい、これで6段目が編めました。では7段目の息を編んでいきます。2目めの1本目に針を入れて糸を持ってくる。7段目、黄色で、息を進んでいくときは全部拾っていくだけです。はい、最後の目は2本取ります。これで7段目の息が編めました。今使っていた黄色い糸は休めるため針の手前から向こうへかけておきます。グリーンの糸に持ち替えたらかけて休める糸と1目引き抜いて立ち上がりを編みます。かけて2本引き抜くしながら7段目の戻りを編んでいきます。はい、7段目編めました。では、この後は前段の模様を見ながら同じことを繰り返していきます。8段目の息です。6目拾います。はい、6目拾えたら長編みを作ります。針に糸をかけて前々段のグリーンの縦糸ですね、裏も表も2本取るように針を入れて糸をかけて持ってきたらかけて1目引き抜く、かけて2本引き抜く。横のラインにまた、こんな感じで長編みの引き上げ編みができました。5目拾います。1、2、3、4、5、長編みを作ります。
きの最後は1本だけではなくて2本取って目を拾います。8段目の戻りを編んでいきます。緑の糸は休めます。グリーンの糸、針の手前から向こうへかけて、黄色の糸に持ち替えてかけて1本引き抜きます。立ち上がり鎖1編めました。かけて2本引き抜く、繰り返しながら8段目の戻りを編んでいきます。はい、8段目が編めました。はい、それではこの後は、1段目から5段目の行きですね。5段目は左に進む時が行きです。行きまでを色替えをしながら間に長編みの引き上げ編みを入れて、繰り返し進んでいって、5段目の戻りで色替えをせずに横のこのグリーンのラインを作って、進んでいく。これをずっと何回もですね繰り返して進んでいきます。ちょっとややこしいと思うんですが、このようにね前段の編み地を見ながら交互に色替えをしながら5段目のこの縦糸まで進んできたら、5段目の戻りの時に色替えをせずに横にグリーンを作っていく、グリーンのラインを作っていく。編み地をしっかり見ながら繰り返していくと間違いが少ないと思います。そして、ポイントは端っこ、両端、編み地の両端は6目、そして中のこの3マスですね、これは5目ずつですねの間に長編みの引き上げ編みで縦のラインを入れていきます。これをひたすら繰り返して長い編み地を作っていきます。はい、繰り返し編んできてだいぶ長くなってきました。マスを下から数えて10段分で、完成させようかなと思います。今、4段目の戻りを編み終わったところです。ではこれから5段目の行きを編みながら引き抜き止めをしていこうと思います。5段目の行きを編んでいきます。最初の1目1本目は飛ばします。2本目の表側1本だけを取るように針を入れて引き抜き編みをします。次の目も引き抜きで進んでいきます。そして長編みの引き上げ編みの頃は針に糸をかけて前々段の2本取るように針を入れ、糸をかけて持ってきたらかけて1本引き抜く。そして最後はかけて3本引き抜きます。はい、このようになります。引き抜きで進んでいって、長編みの引き上げの部分は長編みの引き上げ編みで同じように進んでいって、長編みの引き上げ編みのところは同じように長編みの引き上げ編みを編みますが、最後は3本一度に引き抜いてしまいます。
そして編み地の一番最後まで来たら、ここは表側と裏側、今までと同じように2本取るように針を入れて引き抜き編みをします。はい、これで編み地が完成です。横に5マス、縦に10マス編みました。お好きなねマスの数で大きさを決めてみてください。今回はこのぐらいの小さな感じにね仕上げていこうと思います。編み終わったら糸始末できる分糸を残してカットします。休めていた黄色の糸も同じようにカットします。編み地から針と糸を引き抜きます。はい、裏側はこのようになっています。両端にこのようにね糸端がありますので、同じ色のところに糸を通しながら糸始末していきます。とじ針に糸を通して編み地に沿うように針を通していきます。裏のこのガーター編みのようになっているところはポコポコとしたところにこのようになみなみと針を通して最後は糸を割るように針を通すと抜けてきにくいと思います。はい、では残りのすべての糸も同じように編み地に通しながら糸始末をします。はい、糸始末が終わったら編み地がこんな感じにねなっています。端っこちょっとこのようにくるんと丸まるんですが大丈夫です。では中表にこのように折りたたみます。そして、こちら側が輪になっていますね。輪になっている一番端っこのこのグリーンのラインです。グリーンのラインの編み地の端を見ると鎖がきれいに並んでいます。一番輪の端にはグリーンの鎖が2つあります。では6号のかぎ針を用意してこの2つの鎖ですね、グリーンとグリーンの鎖の外側同士を針にかけます。そしてグリーンの糸を用意したら糸始末できる分端っこ糸を残して針に糸をかけ引き抜いていきます。一度かけて引き抜き編み、糸端キュッと引き締めたら黄色の鎖が2つありますね。外側と外側、そして先ほどの糸端は針の上に乗せて糸始末しながら進みます。針に糸をかけたら引き抜き編み、次のグリーンの外側と向こうの編み地の外側、針を入れて今度は糸端は、針の上ではなく下に置いたまま引き抜き編み、次も外側と外側、今度は針の上に糸端を乗せて引き抜き編み、このように交互に糸端を針の上に乗せる乗せないをしながら向こうの編み地とこちら側の編み地、外側の鎖の目を取って引き抜き編みをしていきます。
一番最後まで編んできたら一つ鎖を編んでキュッと引き締めてから糸端糸始末できる分残してカットします。針と糸を抜いたら反対側も同じようにこの端をね閉じていくんですが、最後はグリーンの糸をそのまま使って、上のね縁編みをしていくので糸はカットせずに進んでいきます。はい、反対側も端っこまで引き抜き編みをしてきました。では一旦針を抜いて編み地をひっくり返します。そして先ほどのループですね、ループに針を戻して鎖を一つ編みます。編めたら次の引き抜き編みをした目ですね、ここに針を入れて細編みを編みます。わかりやすいように細編みの頭にマーカーをつけておきます。次の目にも細編みを入れて一目に一目ずつ細編みを編んで進んでいきます。片側の編み地の端っこまで来ました。この、閉じてきたところですね、この真ん中の部分は飛ばしていきます。次の編み地の鎖ですね、一番端っこちょっと針を入れにくいですが針をしっかりと入れて、ここに糸端があったので糸端編みくるんで進んでいきます。一目に一目ずつ細編みを編んでいきます。片面で、細編み31目ですね。なのでぐるっと一周62目細編みが入るはずです。はい、マーカーのついている、細編みまで来ました。そしたらこのマーカーを外して最初の細編みの頭に針を入れ糸を引き抜いてキュッと引き締めます。次の段は長編みを一周編んでいきます。鎖3目で立ち上がります。鎖の3目目にマーカーをつけておいて針に糸をかけ、次の目に長編みを編みます。すべての目に長編みを一周ぐるっと編んできます。はい、長編みを一周編んできました。マーカーのついている鎖の目に針を入れて引き抜きます。キュッと引き締めたら今度は鎖4目で立ち上がります。そして鎖3目目にマーカーをつけます。長編み1目と鎖1目を編んだ感じですね。では次の長編みに長編みを入れて鎖を1目、長編みに
長編み鎖を1つ、これを繰り返していきます。長編み鎖1、長編み鎖1、長編み鎖1です。はい、長編み鎖1を最後まで繰り返してきました。マーカーのついている鎖3目めに針を入れて、糸をかけて引き抜きます。キュッと引き締めたら鎖3目で立ち上がって、鎖の3目めにマーカーをつけます。次は鎖2目です。そして次の長編みに長編み鎖2目、長編み鎖2目を1周ぐるっと繰り返していきます。はい、繰り返し編んできました。最後も長編み鎖2目を編んで、糸始末できる分糸を残して針を抜きます。糸をカットしたらとじ針に糸を通します。そしてマーカーのついている鎖3目めですね、ここに針を通して最後に編んだ鎖2目めですね、ここに上から針を入れるように糸を通して、あとは編み地に響かないように糸を割りながら糸始末をしていきます。はい、これで本体が完成しました。では、細編みの上の段の長編み1段編んだ部分に紐を通していくんですが、紐を編んでいきます。今度は黄色の糸を用意して、作りたい紐の長さの4倍くらいですね、糸を残したところからかぎ針を使って編んでいきます。結び目を作ったら糸端側の糸を針の手前から向こうへこのようにかけます。かけたら糸玉側の左手にかかっている糸をかけて2本くぐり抜けます。これを繰り返します。糸端側の糸を手前から向こうへ針にかけて糸をかけて2本引き抜く、糸端をかけて2本引き抜く、ずっと繰り返して
編んでいきます。はい、繰り返してきて約50センチの紐を編みました。そしたら、針に糸端と糸玉側の糸2本ともかけて鎖をくぐり抜けます。そして糸をカットします。糸玉側の糸を抜いたら一旦ここを、どちらか動く方の糸ですね、引っ張ってキュッと引き締めます。そして、この糸端はとじ針を通してこの本体に紐を通していくためにまだ残しておきます。これと同じものをもう1本編みます。はい、同じように2本目も編みました。それではこの糸端2本にとじ針を通します。そして本体にこの紐を通していきます。本体の、細編みのすぐ上の長編みの段ですね、端の目1つ残して3目3目通していきます。そして最後ですね、3目通したらまたここ端1つを表に出るように針を入れて3目ずつ並縫いするように針を通していきます。そして最後ですね、5目残っているんですが2目2目で端っこ1目間に残るように針を通します。そしてこの紐ですね、糸始末は、この鎖の間を並縫いさせるように糸を通していきます。4センチくらいですね、並縫いするように糸を通してきたので一旦とじ針を抜いてここで、この2本を玉結びします。この糸始末した糸がですね、ちょうど玉結びの中に来るような感じで通してくると外側に糸が飛び出なくていいと思います。はい、こんな感じで、紐をお好きなように通していただいて、間の目数ねお好きなように調節して、通していただいて、反対側からも同じように紐が出るようにとじ針で紐を通していきます。はい、
両側紐を通して、こちらも玉結びにして糸始末をしました。ギューッと引っ張るとこんな感じで可愛らしい巾着になりました。ちょっとメロンチックな感じがしますね。ネオンイエローとネオングリーンもすごくね可愛い巾着になったと思います。では先に作っていた巾着と目数と大きさが違うので、それぞれ大きさを見ていこうと思います。まず今作った巾着ですね。こちらは31目スタートで6目6目、真ん中が5目で間に4本長編みの引き上げ編みが入っています。これだと横に5マス、そして縦は全部で10マス編んだものです。出来上がりが横が約15センチですね。そして上のフリルのところまでで縦が約17センチくらいになっています。キュッと絞めるともうちょっとねコンパクトなサイズになりますが、編み地がしっかりしていて、このグリーンとイエローもすごく可愛く出来上がりました。小さめの巾着ですね。そしてこちらピンクとイエローを使ったものです。これは中くらいの大きさですね。マスを大きくして全部で見えるマスが9マスになっています。これはですね10目10目10目で間に1目ずつ入っているので全部で32目作り目をしたものです。ですが端っこのね、10目ずつのこのマス、端っこを閉じた時に1目ちょっと内側に入っているので、真ん中のマスよりもちょっと縦長のマスにね見えていると思います。なのでこちらの巾着を編んだ時には端っこのマスは1目多く編みました。こちらだと横が15センチ、縦がフリルの一番上までで約21、2センチですね。32目で編んだものの10目10目10目全部で9マスなので横3マス縦が6マス編んだものですね。このフリルの部分は先ほど編んだのと同じ編み方をしています。紐の編み方も同じです。はい、そして、ホワイトとネオンオレンジを使ったこの一番大きい巾着ですね。こちらは37目の作り目をして9目9目、端っこ両方とも9目ですね。そして中が8目8目の長編みの引き上げ編みが3本入っている模様にしてあります。これでもやっぱりちょっと両端のマスが縦長に見えていますね。横4マス縦が4マス全部で8マスですね。編み地にすると8マスまでずっと長く編んだものを同じように巾着にしてあります。こちらで横が17センチ、一番上のフリルの部分までで縦が約22、3センチですねとなっています。はい、こんな感じでお好きなカラーを2色組み合わせてマスの大きさとか目数をね変えていただくとこういろんな表情で面白い感じのチェック柄が出来上がるので、ぜひ参考に編んでいただければと思います。この小ぶりの巾着もすごくね可愛く仕上がりました。どれも伸び縮みのしにくい編み地になって
んな感じで裏側もボーダーになっていてすごく可愛いので、リバーシブルで使えるようにしても可愛いですね。はい、ということで今回は寺井さんからいただいたこちらの長いタイプのアフガン針にコードをつなげてこのようなアフガン編みの巾着を編んでみました。最後までご覧いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。